皆さんメレカリキマカ。皆さんのふとした瞬間の励ましになりたいラウレアタイムズです。イエイ。第26回になりましたね。12月に入っての1回目ですね。もう今回はね、久しぶりだね、ここね。ホープスタジオからお届けです。ね、その頃ホープスタジオもクリスマス仕様になりまして、おしゃれな感じでですけどね、今日もこのスペシャル仕様にふさわしく、もっとスペシャルなね、もゲストをう嬉しいです。はい、もう皆さんね見て、分かると思うんですけれども、ではしおりさん、ゲストの紹介お願いします。皆さん見ての通り今日のゲストはフレーズまゆちゃんです。間違いなかった。危ない。まで言いたくなっちゃったけどね。もう新婚ほやほやフレーズまゆちゃんですけれども、自己紹介じゃあ軽くお願いします。はい、フレーズまゆです。22歳です。趣味は最近結婚したんでっていうか主婦になったこの時期、めっちゃ料理と掃除を結構好きでやってます。いいですね。結構楽しい。いろいろね、ベイクとかねしたり、ケーキも作れるし。もともとね。もともとでもね、お菓子作りに関してはなんかプロフェッショナルだったから。お菓子作りはよくしてたけど、料理はあんまりしてこなかったから、結構大変っていうか新しいチャレンジ。そういう意味ではね。確かに。なんかほら、一回私の妹のゆきと3人でナシゴレンっていうバナナを揚げた東南アジアの料理があって、それをみんなで作ろうって思って、まゆやっぱお菓子作りめっちゃ上手だから全然大丈夫だよとか言って作ったけど、超失敗で全然美味しくなくぶっちゃけあの時私全然美味しくないって思ったんだよね。その時は美味しいって言ったの？なんかいいねみたいな感じでだけど、何これ全然美味しくないってね、心の中ではすごく思ってたっていう淡い思い出です。いや僕はちょこちょこお家をお邪魔させていただいてね、もう本当に家族のように、なんか来ちゃいなさいよってね。そういつでも来ていいって言われたので、本当にいつでもじゃあ行ってみようと思って、突然友達連れてピンポンってして行ったら、どんなリアクションするかなと思ったら、中で飼ってるワンちゃんがすごい吠えてたから、誰見えない、誰みたいなかつやですかつやねみたいな思ってたのと違うとか思ってなんかこうびっくりされるわけですよ。誰みたいな。誰見えないんだけどどうぞみたいな、全然上手だって全然ダメだと思って入ればってそう感じぐらいね、本当にもうよくしていただいてて、こちらこそ。でもそこからこう実家を出てどうですか、新婚生活ね。楽しいですけど、何すればいいんだろうって感じで決まってたもんね。じゃあちょっと主婦の皆さんもどうぞコメント欄にこんなことしたらいいよみたいなね。ねえ私こんなことしてますよね。よろしくお願いします。はい。でもちょっと皆さんもまゆの新婚さんということでね、こう馴れ初めとか聞きたいと思うんですけれども、今日はそっちの馴れ初めじゃなくて、イエス様との馴れ初めをね、ちょっと聞きたいと思いますね。そうだね、何回か前のゲストで来てくれたトシキがね、ボランティアでマラウィっていうアフリカの国に行ったっていうのを聞いて、その時にね、あれマラウィって思って、マラウィといえばマユピーみたいなね、かけてきた。すごい思い出すんだけど、今日はなんかね、そういったそのマラウィに行った経験とかもね、きっと聞けると思うんだけど、不思議だよね。アフリカって結構いろんな国あるのに、まさかこうマラウィかぶりみたいな、しかも行った場所も同じ村みたいな、結構近いのか、村というか近いのかな。トシ君とは結構なんか行ったとこかぶってて、インドネシアも行ってるし、言ってたよね。なんかね、面白いね。だからね、またもしかしたらその両方の放送を見た人はね、マラウィ行ってみたくなるかもしれない。確かにそういう人が実際にね起こされるかもしれないですね。なので今日めっちゃ楽しみにしてますけれども、ちょっとさっきね、お菓子作りが得意って話をね、皆さんも聞いたと思うんですけれども、私が最初まゆと出会った頃はマジでお菓子作り上手みたいなで、お菓子の専門学校に行くっていうのを聞いてたんですよ、18歳の頃ね。
でいいじゃんいいじゃんみたいなことを聞いてどう進学とか言って次会った時に聞いたらいや行かないことになったワイワムっていう進学校行くみたいな感じでえみたいなこのなんか本当にすごい期間短かった気がするんだけどまあねなんかって感じだったんだけどなんか実際詳しく何があったのかっていうのはちょっとあんまり私聞いてなかったので何があったんですかお菓子の専門学校を目指してた時は、もう本当に将来の不安とかもいろいろあって自分で何ができるんだろうって自分に可能性として残された選択肢がなんかないんじゃないかみたいな勉強も好きじゃないしでも大学行かなかったら就職とかもどうするんだろうみたいな感じは思ってた中でやっぱお菓子作りは好きだし得意だと思っててもう私にはこれぐらいしかないかもしれないと思ってでも好きだったからね実際なんか極めるのもいいかなと思って行くことに決めたんだよねで専門学校決めて、でそうだねオープンキャンパスとかに結構通ったんだよね、でその前に1個じゃあここがいいかなって思った専門学校があってでそこでなんか3回とかオープンキャンパス行くとなんかスタンプもらえて、でなんか願書のお金が無料になるみたいなキャンペーンみたいなのやっててだからもうここに行くって決めてたけどそのスタンプ欲しいからもう一回じゃあ最後に行こうって思って行ったオープンキャンパスで多分高3の1月2月とかもう決めないとやばいみたいな時期で行ったんだよね。で普通に何回か行ってるから分かるしでその体験とかもいろいろやってでもその3階ぐらいの建物で帰る時に下に降りる時のエレベーター閉まった瞬間に私ここ来たくないと思って急にでそのなんか1階に戻ってでなんか先生と話してる時になんか私何やってんだろうみたいなここみたいなすごい自分の中でも困惑だったしこれのためになんかバイトとかも学費貯めるために頑張っててみんなにもね言っちゃったしみたいな私みたいな自分の中でも混乱だったけど帰り道もなんかいやこれじゃないなみたいなすごい思って行きたくないって思って帰ってきてでなんかでももう願書出さないといけないからやばいからもう願書の紙とかも出していや超行きたくないみたいななってどうしようって思ってでお母さんにも相談してお母さんはうちのお母さん知ってれば知ってると思うけどもうなんかやりたいことやればいいんじゃないみたいな行きたくないなら行かなくていいんじゃないって言いそう本当になんかねもう1年とか考えてもういいんじゃないって言ってくれたんだけどでも前の中ではなんかいやもう高3終わるし次の年になんかやんないとダメだよってすごいなんかこう迫られていてなんか新しいこと始めないとこのままじゃダメだみたいなですごいなんか思い悩んだっていうかねもう今まで目指したものがなくなっちゃったからすごいこう迫られたんだけどその日の夜か次の日ぐらいに普通にお風呂入って出てきてでリビングの方に行ったらダイニングのテーブルの上にワイワムの DTS 弟子訓練学校4月から始まりますみたいなチラシが置いてあったの。でそれは実はお母さんが気を利かして置いてくれててそうだったそうちょうどそうだねそのことがあった多分 1,2 週間前ぐらいにニューホープ横浜にそのワイワム DTS 始まりますっていうのをチームが来て宣伝してくれたんだよね。でその時マイはそんなに興味なかったし自分にはね4月からやることあると思ってたから、でもそのワイワムのチームの中に知り合いがいたからこんなことやってるんだすごいなみたいなかっこいいなって思ったぐらいでそれで終わりだったからチラシもらおうとも思わなかったんだけど、お母さんが置いといてくれてでなんか見たらなんか聖書のこととか学べますみたいな神様のもっとなんか
もっと知りたいと思いませんかみたいな書いてあって、ではなんか前もまあ考えてみれば聖書のこととかもうちょっと学びたかったかもしれないみたいななんかイエス様のことも、もうちょっと学びたかったかもって思って、そうだね、でそうお母さんに相談して、でまあ4月からなんか新しいことやりたいって、4月からですって、学費このくらいですって、でも専門学校のために用意してたお金があるって、でなんかこうもうこれしかなくないみたいな思って、でそのワイワム行こうかなって思ってみた時にすごい平安があって、でなんか正直ワイワムが何なのかとか DTS が何なのかとかどこにあるのかとか何やってんのか知らなかったけど、これかもしれないと思ってそうワイワムの人にまだを募集してますかって言ったら、まだまだ大丈夫ですって言ってたからアプライしてみたっていうなるほどそうノリですでもなんかまあその時は自分ではなんかこう神様が導いてくれたとか、本当になんかよく言う神様が扉を閉ざしてくれた、開いてくれたとか、こっちだよって言ってくれたっていう風には正直そういう考え方があんまりなかったから分かんなかったけど、でもこう時間経っていろんな場所に、人生のいろんな場所に行って、やっぱ思い出すね、その時のなんか神様すごい、その時が自分で人生で初めて神様導いてくれたんだってこう思い出せるストーリーだなと思うから、今でもすごい励まされてだね。なんかこうワイワムにこう行く時になんかこう進学校って結構イメージっていうかがっつり神様のことこう学ぶわけじゃない？なんかこうそこに対してなんかこう恐れっていうか、なんかこう前の中ではそういうのはなく、ただ新しいことしたいみたいな本当にノリだったみたいな感じだった。そうだね、なんかもうなんか波に乗ったっていう感じだけど、まあ一部では自分の中ではなんかかっこいいクリスチャンみたいななんかパワーアップする時みたいな感じで、なんか自分でなんか若いし情熱もあってイエス様大好きで、なんかアドベンチャーな感じで超かっこいいじゃんと思って行った。その時、こうイエス様にこう本当の意味でこう出会ったタイミングっていうのはワイワム行ってからって感じだったの？まあワイワム行ってからもうすごい何度ももう一回イエス様に出会う機会っていうのはたくさんあったんだけど、自分の覚えてる中でイエス様を救い主として本当に出会ったなって思うのは、実はその数年前で多分14、15歳ぐらいの時で、なんかその時にやっぱクリスチャンホームで育ったから、これをするのがいいとかこれはしちゃダメとか、教会はこういうところでイエス様はこういう感じでっていうのはなんかすごい分かってたつもりで、なんかイエス様のことも全然疑わなかったけど、でもイエス様っていう救い主がいるっていう事実を信じてただけで、それが自分の中で現実にはなってなかったのね。で、でもクリスチャンでこれがいいことって思っていろんなことをしてきたけど、でもその時期でなんか繰り返し犯しちゃう罪とか、許せない人とかいる中で、なんかこう正しいことできてない自分がすごいあって、なんか何回もこうイエス様ごめんなさいみたいなするけど、でも何回もまた落ちて、またなんか憎んでとか中でこう自分もなんかいい人じゃないじゃんみたいな、でなんか周り見てなんかクリスチャンじゃない人の方が明るいみたいな、優しいみたいな、でなんか私なんかこれが本当の道じゃなかったのみたいな、結構なんだろうね、自分が
クリスチャンになりたいけど慣れてないみたいな感じだったのね。で、特になんか許せない心とかがすごい自分の中で大きかった感じがして、でなんか聖書の中ではね、許しなさいって、あなたも許されるためですとか、許さないと神様からの許しを受け取れないみたいな書いてあって、あ、もう終わったじゃんみたいな、私許してないからあ、神様も許してくれないと思って、そしたらなんかもう希望ないなみたいな、この世の中でなんか正しい人として生きていけてないし、でなんか死んだ後も神様に許されてないから天国行けないしみたいな、この地上でもなんかこの後の人生でも終わったって思って、でもまあどうしようもないから頑張ってクリスチャンみたいなしてたんだけど、その15歳ぐらいの時にニューホープ横浜のメッセージで、その時になんか神様の義の基準っていうのはめちゃめちゃ高いって、もう1回でも罪を犯したら、1回でも悪口言ったら、もうあなたはその基準にはたどり着けませんって言ってて、知ってるけど本当にそうだなと思って、だからいやまあ終わったって思ってたよってだから終わってるんだよみたいなね、そう思ったんだけど、その次に彼がでも希望があるのは、そのイエス様が来て本当に終わってる、本当に見捨てられてるべき存在のためにイエス様がただ恵みによって救い主として来てくれたって言って、その時にこれだと思って、イエス様しかいないじゃんって思って、もうなんか終わったと思ったけどイエス様が希望なんだって思った時に、その時本当に自分に救い主が必要だったんだっていうのは、なんか頑張るだけじゃダメだった、自分には救い主が必要だったんだって思って、その時にもうイエス様必要ですって祈って、でなんかめちゃめちゃハッピー、でこんなにいいことあるんだみたいな、でその祈りの中でこんなに希望である救い主であるイエス様が本当だったらもっと伝えていかなきゃいけないなって思って、もうその中で祈りの中でじゃあこのことを伝えるために私どこにでも行きますって。15歳の時に？そうだね、多分そんくらいだったと思う。祈ったのが始まり。なんか神様かっこいい、神様愛してる、なんかこうアドベンチャーなクリスチャンウェイみたいな感じのこうパッションで、そのねワイワムに行くっていうところにつながるけど、前日ぐらいまでなんか実際荷物もよくわかんないしみたいな、なんかここの場所にとりあえず何時に行けば OK みたいな感じだったよね本当になんか大荷物は持ってこないでくださいみたいな、そんなに置く場所もないですって言われて、ね、なんか何人部屋かもわかんないし、布団なのかベッドなのかわかんないし、もう寝袋持ってこいって言われてるから、みたいなどこで寝んのみたいな寝袋は実際そのアウトリーチ行った時に必要になるかもしれないっていうことだったんだけど、大丈夫っしょみたいなね。でも帰ってきて、眉がめっちゃこうなんだろう変えられてっていうか、なんかすごいこうアクティブになってっていうかその前からもね眉でもやっぱこう明らか違うなっていうのをなんかすごい感じたんだけど、でその後ももう一回ワイワムのスクール行って、ちょっとこうマラウィにね実際にこう宣教に行ってっていう感じなんだけど、その中でワイワムの中でこうどんな感じでこう心が変えられて、信仰がこう変えられてったのかなっていうのをちょっと聞きたいんだけどワイワムの中でもノリで行ったけどねノリで行っちゃったんだけど、でワイワムとかに行ったら、ワイワムが何なのかもよく分かんないけど、なんかかっこいいし、もう帰ってきたらこうパワーアップみたいな感じで、今はなんかレベル2くらいかもしれないけど、この5ヶ月でレベル10くらいでクリスチャンレベル10くらいで輝いて帰ってくるぜみたいな感じで行ったんだけど、
実際本当になんか自分の中でこういいクリスチャンにならないと いけないマインドみたいなのがすごいあったから、もうそれがひたすら壊されていき、なんかありのままの自分、その本当に汚い何も頑張ってない状態のありのままの自分が愛されてるっていう事実を受け止めるのが結構そういうプロセスだったなって思う。なんか正直ね、なんかまゆはこうミニストリーとか頑張ってて人に優しくしてる自分が愛されたかったからいろいろ頑張ってたけど、でもそうじゃない自分が愛されるっていうのが事実なわけじゃん。それをね受け取って、だから自分は本当にもうレベル10になって帰ってこようと思ったけど、実際もうズタボロみたいなもうなんか本当に砕かれて本当にありのままになって、本当にイエス様と一緒に死んだんだっていう。で今生きてるのは本当にマユじゃなくてイエス様なんだって。だからもう死んだっていう事実を受け止めたからレベル0みたいなになって帰ってきたね。すごい弱いんだって。でも弱い状態で愛されてる。でじゃあその1回目のワイワムがまず終わり、で、マラウイに行ったのはね2回目もう一度ワイワムに戻った時だったと思うんだけど、その1回目と2回目の間、どれぐらい空いてたかっていうのもちょっとわからないんだけど、一度その最初のプログラムで一応終わりなわけじゃない、でももう一回行こうって思ったのは、違うプログラムだったのか、その間に何があったのかとか、その辺とかっていうのはどういう感じだったの？最初のプログラムは5ヶ月のプログラムで弟子訓練のベーシックな聖書のことを学んで、私たちが神様とどういう関係なのか、どういう存在なのかっていうのを学ぶベーシックなやつで、次に行ったのはたまたまそれが私は最初に帰ってきてちょうど1年後の話だったんだけど、次に行ったプログラムは礼拝を学ぶ。で礼拝の中でどういうことが起こっているのかで、なんか神様に礼拝する存在としてどういう生き方をするのかとか、いろいろあったんだけど、そのプログラムに行って、最初は正直そのワイワム最初弟子訓練学校行って終わる時に1年後こういうプログラムありますっていうのを紹介されて、でなんか正直こう帰る時にみんなに会う時に次の目標とかあった方がいいからみたいなだからありたいと思ってなんかこうワイワム行って次の目標ビジョン持って帰ってきましたみたいな、かっこいいと思ってだからなんかそこになんだろう、次のプログラムも行くように導かれていると思いたいみたいなのも正直あった。でも単純に興味あるし、すごいワイワムで本当に楽しかったし、だからもう一回やりたいなって思って、それが最初のきっかけなんだよね。でその次の学校は確か8ヶ月くらいのプログラムで、長かったよね。そう長いからもっとお金もかかるし、しかも全部英語なの。最初のはバイリンガルだったんだけど、だからなんかいろいろ頑張んないとお金もなんか必要だし、英語も頑張んないといけないしってあって、だからもうなんかバイトもっとしようとか、もっと頑張ってなんかきっとみんなすごいクリスチャンたちが集まると思うから、なんか前もなんかすごいクリスチャンになろうみたいなマーベルのアベンジャーズそうワンダーマユみたいなだからなんかそういうのも前のね学校でなんかすごいクリスチャンにならなくてもいいっていうのを学んだはずなんだけど、ゼロになったのにまた10になりたいなろうとかなろうと思って気づかずだけどね、こう頑張っていろいろ頑張ってで、9月に戻ってきたんだけど、多分1月ぐらいかな、12月1月ぐらいかな、なんか祈ってる時に神様にやめなさいって言われた感じがして、あなたはここにとどまりなさいって言われてる感じがして、またなんかもう聖火学校の時みたいにさ、今まで目指してたことがみたいなみたいな
思って、まあでもなんかとどまるべきらしいと思って、そのワイワムでもう一回行くっていうのはやめようって思ったんだよね。でまあその中でやっぱりこう自分がこう次にワイワム行くためにバイトばっかりしてて、なんか神様との時間とか家族との時間とかちゃんと大事にしてなかったなっていうのは感じて、でその中でイエス様があなたが将来のことを考えて今の時間をないがしろにするんだったらそれはしてほしくないって。将来のことも神様がね、私はあなたの将来のことをもうすごく大切にしてるけど、あなたの今も大切なんだよって言われてる気がして、はい分かりましたってなって、でもやめようって決めたらこの先どうするみたいなって、すごい自分が信仰とかの面で成長できる機会と思ってたから、その学校がね、だからどうしようって思ったんだけど、いやでも学校行かなくても絶対神様が語ってくれるし絶対成長できると思って、私は学校に行った分ぐらいここで家でどこででも成長しようって思って、めっちゃメッセージとかいっぱい YouTube で見たりとか、めっちゃ聖書読んだりとかねしてたんだよね。でその中でまあ余談なんだけど、その中でなんかすごいこう独身時代を大事にしなさいみたいなメッセージがあって、トランスフォーメーションチャーチでそう共有された前にこれめっちゃいいから見てって独身論を強制するっていうあって、まあ他のもあったと思うんだけど、まあなんかそういうのを学んで、なんかすごいそうなのかもしれないみたいな、まあなんかね年頃でやっぱ彼氏とか欲しいなとかすごい思ってたけど、やっぱでもタイミングもすごい良かった。でもやっぱ神様に集中しないとと思って、でまあ祈ってる中でじゃあ舞はあと1年は神様との関係、家族との関係、今ある友達関係に集中して新しい恋愛とかを求めませんって神様に言って、神様はまあなんか OK みたいな感じで、まあまゆのアイデアだったんだけどね、そう今日決めたんだよね。それが多分3月ぐらいで、そうでまあその1週間後に、そうだよね、1週間後だったよねその1週間後にまあ今は旦那さんのオースティンに告られて振るっていうびっくりしてなかった振られて。オースティンはでも理由知らなくて、その時マユがそう語られたっていうのを言ってなくて、だからシンプルに振られたと思ってたんだけど、伝わってなくって、シンプルに振られたと思ってすごくショックだった。そう萎えてたみたいな、かなり引きずって、ね、でもマユはなんかちゃんと伝えたと思ってたし、マユもオースティンのことが好きだったから、実際好きな人から告られて、もう人生で一番嬉しい日だと思っていたんだけど、オースティンは人生で結構最悪めな日だったらしいですねなるほどね。その時の信仰にもすっごい励まされて、やっぱこう好きな人に告白されても神様をこう選び取るマユのこう信仰にもうすごいなって思ったんだけど、私だったら絶対やっぱ神様言ってること違ったかも私みたいな感じで言っちゃうなと思って、でもあってよかった、それがあってよかったなって、思うね。そしてまあそうだね、その神様との関係、家族との関係とか、教会で多分そのタイミングで通訳ミニストリーにも入ったかもしれない、でやってて、でまあちょうどそうだね、同じくらいの時期かな、3月4月とかでまあ祈っている時に神様がまたワイワム、考えてみてもいいんじゃないみたいな気持ちがして、でもその時はいやでもなんかダメだったんじゃないのみたいな、自分が失格したみたいな感じだったから、そうなんかダメだったんじゃないのみたいな思って、でまあ正直もうね
お金もそんなに頑張って貯めてなかったし、お金あるかも分かんないし、なんか教会でもミニストリーも始めちゃったしみたいな、いろいろ思ってて、だけどなんか神様はなんかあなたがやりたいなら心配しなくていいよって言ってくれた気がして、まあなんか一つの選択肢としてあるよみたいな、前は本当にもうこれしかないみたいなこれにしがみつきたいみたいな感じだったけど、まあ、一つの通過点として選択肢としてあるよってなったから、やっぱり行きたいですってなって、じゃあある意味その時その神様に、いややめなさいってこう言われた、そのもうそのねワイワイも次1年後に行くっていうのがこうなくなっちゃったっていうその期間ですごいこうマユ自身の心も整えられて、そうだね、スワットにこう迎えたっていうところもあったのかな。どうなんかその時のこと振り返ってこうマユ的に、オースティンにノーって言ったのもそうだしその時こう今振り返るとそのノー、神様からのノーはどのように感じる？今考えたらそれすごい必要だったなって思って、なんかこうもちろん人生全部通過点なわけだけど、でもやっぱこう今を一生懸命生きるっていう意味ではこうなんかもしこれで神様に止められてなかったらきっとなんか教会でとか今ある人間関係とかも全部なんか一時的っていうかここまでで終わりだからみたいな、全部中途半端だったと思うし、なんかこう永遠の価値があるものだけどでも永遠の視野を持ってできてなかったなって思うから、ヤングアダルトミニストリーも結構なんだろう、ミニストリーでいろんな人と多分新しく出会ったりとかしたし、その時にすごいうちらも仲良くなったもんね、結構ね。だと思うね。ワイワイから帰ってきてみたいな時だったもんね。じゃあマユがその後閉ざされたけど、開かれてまた改めて開かれて、1年後またワイワイに行ったっていう感じだったんだけれども、もうこうお金も本当ないみたいな感じだったけど、こう実際行ってみてどうだった？すごい良かったね。やっぱお金も本当心配だったけど、本当に教会の人とか、教会内外から、国内外から本当にサポートしてくださる人が本当にたくさんいて、自分の歩みを信じてるよりもなんかみんなから信じられて、本当に、行ってきて、その学びの中でも本当に神様に第一に仕える礼拝者としてこう人に仕えるとかもそうだけど、でもまず神様に第一に仕えて、やっぱ目指すところは本当にね、世界中の人々がイエス様を主として礼拝することだなって、思うからね、これからもそうしていきたいなって。そこからね、だって実際にじゃあ世界の人に知ってほしいって言って、マラウィっていう違う国にもね、行くわけじゃない。それはなんかこうワイワムのプログラムとして行ったっていう感じではなく、そう違ったんだよね。そのワイワムで出会った友達の中にすごいアフリカに行きたいっていう夢を持ってる子がいて、である日なんかその子と何人かでもう本当にアフリカに行けるかもしれないみたいな、アフリカに行くことになるかもっていうのを喋ってて、私はみたいな、私も行きたいみたいな。いいね、なるほどねって言って正直無理やりみたいな感じだけど、入れてもらって、3人で、アフリカにね1ヶ月行ってきました。なんかもうノリで行ったわけだけど、そこも行きたいってねそう行きたいってこうノリで行ったけど、こうその中でこうマユにとってこうすごく財産となったものとか、なんかそこで学んだこととかっていうのはありましたか？いや本当にもうそれもなんか原点に変えるストーリーみたいな感じなんだけど、でも本当にアフリカで英語は通じるけど、
でも通じない人もいるし、現地の言葉しか喋れない人もいるし、でなんか日本で自分が経験してきたこととか通ってきた常識とか文化、言葉も食べ物も全部違うわけで、もうなんか自分が持ってるものがきっと何も役に立たない、レベルゼロレベルゼロに戻って、本当にそういう中で、しかもまさかの向こうの空港で日本円が交換できないっていう、だからみんなからのサポートとか自分たちで貯めていったお金もただの紙っていう状況の中で、本当にこっちが助けてもらうみたいな生活費とか、まあ、もちろん後でちゃんとお返ししましたけれども、っていう中で祈ってても言葉も通じないし、でも本当にこれ聖霊様が働いてなかったら何も起こってないっていう状況の中で、自分も本当に学ばされたし、なんか人のために祈る中で、なんか私の祈りがすごいからこの人が救われるんじゃないんだって、私の祈りを聞いてくれる人がいて答えてくれる人っていうか神様がいるから、彼がすごいから、なんかこの祈りに効果があるっていうか、そうなんだなっていうのはすごいそのマラウイにいた期間の中で学んだ。もう神様に頼るしかない。でもすごいあったかいとこ、まあ気温もだけど心もすごいあったかいところで、すごいよくしてもらったし、楽しかった。行ってみたい。行ってほしいね。アフリカのどこら辺？アフリカのここら辺。ちょうどじゃあ結婚指を使ってるなんか結婚してましたね。違うやだ外さないで。そういうのしたかったわけじゃないんで自然にやってるし、アメリカってないんでここ使ってもらってとか。いいですね。そうなので、右下あたりって感じの。そうなるほど。前にこうやって説明したらすごい分かりやすいって言ってくれたことがあったので絶対カットしないからね。使いますけれども、まあでもそんなことがあって、そして一度はね、まあこの時期は神様にお捧げしますって決断したから、まあ本当にお互い好意を持ってたけど、まあオースティンとはね、閉ざされた関係があってね。でもオースティンにとってもすごくその時期は良かっただろうね。苦しいところもあったけど、でもその時期にあれだよね、就職もしてそうだね、彼はね、るんだよね。ね、まあオースティンもね、いつか実際にここに来て本人にも話してほしいけど、すごく彼の信仰にも励まされてて、まあなんていうの、大体日本に思いがあるって言っても好きな人に振られたらね、下手すりゃ帰っちゃうみたいなね、なんかそういうパターンもなんかちらほら聞くじゃないですか。そうでも彼はやっぱりね、カナダから戻って、ダンサーカナダ人でね、カナダから戻ってくるときにすでに彼の中でやっぱり日本の人たちにこう宣教したい、日本の人たちに神様の愛を伝えたいって、なぜかこう日本に対する思いがすごく与えられている、自分でも不思議なぐらいにって話をしてくれてて、でその中で一つの理由だったかもしれない。いやでもオースティンすごいなと思ったのは仕事でも自分はこう実際にその時やってた仕事をしてると、なかなかこう人と時間も取れないし、何かこうね、教会でのねこう働きもできなくて、もし本当に神様が自分をこの国に呼んでるんだったら必ず神様は道を開いてくれるって言って、でだけどこう勝手にね仕事見つかったらそこを急に辞めますとかそういうことはできないから、彼はもう信仰を持ってその仕事場に何月で辞めますって言って、でもし必要だったら神様仕事を与えてくれるって信じて、でそしてこう自分が大学で学んできた、エンジニアとかのそういう技術がね活かせるような知識が活かせるような場所を探して、で彼そう外資系とかで日本の企業にでロボットとかそういうドローン作る会社に就職するんだよね。いや僕はそれで受かったって聞いてすっごいもう感動したし、そうこんなに日本を思ってね信仰によって歩んでくれる人が
いて、で一緒にねこうミニストリーできるっていうのはすごく祝福だったし、でだからそう夫婦2人ともなんていうの、いろんな扉が閉ざされてる中で、でも閉ざされるってすごく嫌なことだけど、でも神様のタイミングが全部パーフェクトで、そこでそれぞれに学びがあって、そこでこう2人が強められて、でその強められた状態でこう結婚まで導かれて、それがなかったら2人の結婚生活で全然違うものになってたと思うんだよね。そうだから苦しい選択だったとは思うけど、でもそこがあってこの間ね、ついこの間結婚式を挙げてね、もうしおりなんてもう友人スピーチで一言目オースティンって言ってた中でオースティンで泣くってね。そうそう、オースティンまゆちゃん結婚おめでとうって言いたかった時オースティンって人がもう号泣しててね。まゆにたどり着かない。まゆの友人でスピーチしてるのにオーそうスティンでオー泣くっスティンでて泣くっていうね。そう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 。最高だよ。ね。まあでもこう結婚して今まあ主婦になってっていう感じですけれども、こう将来なんかこう結婚してこう次のステップにこう進むにあたってこんなことしたいなとか、まゆ自身こう描いてるビジョンとかっていうのはあるんですか？今はめっちゃ求めてるそれを、まあね、まあ主婦だけども仕事もこれから始めたいと思ってるし、これからね夫婦でやっていけるミニストリーとかもいろいろあると思うけど、自分たちが何に召されてるのかっていうのを、今は祈り求めてるところだよね。でもなんか、こう何かをやりたいっていう気持ちも神様から与えられるものだし、なんか実際そうやってねやりたいって思って、ノリでねでもそれすら与えられてきてた。そう本当に、それも神様が見つけさせてくれるものだと思うし、でまあもし間違ってたらねこっちだよってやってくれるし、もし今じゃなかったらそれも教えてくれる神様は本当に優しいから、だからこれからもね忠実に導いてくれるだろうなと思って、次のやりたいを楽しみにして待ってるって感じね。こうビジョンがないとかこの先何があるか分かんないとかってやっぱすごいこう自分で追い求めようとしちゃうし、なんか何かないといけないんじゃないかってやっぱすごい思う。自分もあったし、多分みんなあると思うんだけど。だって結構かっこ悪いもん今。何が？なんか次のビジョンとか言いたい。もうこういうので考えてますみたいな。いやいやでもこうまゆの人生をこう今一緒にこうバーって振り返ってきた中で、全然大丈夫じゃんってがすごいこう私自身もすごい思うし。まゆも絶対大丈夫なんだなってすごいこう確信与えられたし、すごいこうそういう意味ではめっちゃ励まされた。よかった。これから今次のねステップが決まってないからこそ、何をしてくださるのかまた聞けるのがね、すごく楽しみです。本当ですね。もう次読んだ時は実はこうでしたみたいな感じでね。まあでも今はね、もちろんその2人の願いとしてはね、ただ夫婦のね新しいこう生活を楽しむっていうことだけじゃないとは思うけど、2人をね自分たちを通して神様どうぞ私たちを用いてくださいっていう願いが2人にあるのはね、すごく僕らももう分かるけども、でも新婚生活楽しんでね、本当にね、ありがとうございます。今はその夫婦の中をつかめなさいっていうシーズンなのかもしれないしね。そうかもしれないね。そうだね。今も楽しんでぜひ最後にこのラウレアタイムズを見てる皆さんに前からの励ましのメッセージがあればカメラに向かってどうぞ。Q とかそうですね。なんか本当にみんな愛されてるよって伝えたいし、なんかどんなところを撮ってても大丈夫だよって伝えたいですね。本当に神様、はうちらが思ったよりももっと近い存在だし、自分がこう宣教師とかそういう学校に行ってる時も行ってない時も同じく、優しいお父さんだから、もうね自分は死んでるので本当にイエス様に会って死んでるので、本当にねもうイエス様だけに頼って、生きていけば大丈夫です。そんな感じですね。もうそれを体現してるフレーズさんいや今回は本当にラウレアタイムズに来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。
はい、ということで次回のラウレアタイムズは12月の22日水曜日となっておりますので、はい、ぜひ皆さんご覧ください。もうクリスマス間近のラウレアタイムズですね。そうですね、はい、楽しみ。皆さん素敵なクリスマスを過ごしてください。はい、はい、ではまた次回のラウレアタイムズでお会いしましょう。God bless you! バイバーイって終わるの。何も言ってなかった。そうだね、言っとけばよかったね。さよなら。よかったよかったよかった。